本音の本音はめちゃくちゃ来てほしい。全然それともそうではないどのぐらい来てほしいの？理想はどのぐらい？ゼロ？ゼロ。普通にそれが本心だとしたら俺はマジやっていけないっすよこれ。マジで俺この後普通に閉めた方がいいと思うよこの店。結構エネだとかかってて、だから俺はそれが違うんだ、基本だっていうふうに。もうローカスやめた方がいいんじゃないと俺言ってるわけよ。昨日撮影が終わりかけの時に、ローランドがユウシとちょっとユウシを呼び出して話そうとしていたっていう、で俺は当たり前にローランドとのカメラとして撮りに行こうと思って準備してたら、もう早速ドア頭からめっちゃ揉め出しててこれ10回ビップ来れるビップ。おいお疲れ。言いたいことがありすぎてちょっとあれだな。一回ビップ来てくれ。マジで俺この後普通に閉めた方がいいと思うよこの店。もちろん会長も来てくれてるけど、何回来たのとどこまでね携わってくれたのかなっていうので、やっぱどうしてもこうグランドリップってどんどん人気商売だから、やっぱこう流れていくじゃないですか、だからたくさん先のことを考えた上でたくさんこう会長にやっぱ言うんですけど、それをなんかパツンって切られるとっていう。やべえ俺めちゃくちゃ分かったわそういうことね。ビビってるだけじゃねえのさ、変なさプライドでなんか今うまくいってるみたいな思わない方がいいよ。やっぱこうみやびが正直今みやびもう閉店寸前なんですよ。オープンの時には10人弱いなかったっけ？11人です。またこのプロジェクトは僕が本当に全部やってっていう感じだったんで、僕の夢の一つでもあったんで。しかもこれ車買えます。純粋に求人が来てないみやびに対して、そこが初めて僕がこう味わった屈辱というか、挫折というか、地方の分店を初めてしたんで、ただ1店舗目だったらローランドグループ来たでわーって人が来るけど、地方で地方の分店をするっていう難しさがやっぱり歌舞伎ですごいこう大手の人たちがこう地方出店を結構成功させれてないなっていう。歌舞伎の大手が南に出してもやっぱ南にある、南にしかないグループがやっぱ強いんですよ。そうなんだ。強いです。やっぱ新規オープンした時にもっと人集まるだろうなっていう、本当に過信してたなっていうのが、今ローランドさんって大塚来ても月 1,2 ぐらいだって多分思ってるのね、彼のスケジュールみたいに。なぜなら面白いことに俺は多分あなたたちよりローランドさんのスケジュールを知ってるから、多分いついつ講演会がある、いついつ収録があったりとか、そうだから多分せいぜい行けて多分月 1,2 かなっていう感覚なんだけど、これはもうバイオという方が一旦置いといて、本音の本音はめちゃくちゃ来てほしい。それともそうではないどのぐらい来てほしいの？理想はどのぐらい？ゼロ？来なくてもいいってこと？最悪別に。分かるわ。それは別にリスペクトの上でのゼロってことじゃん。あなたがいらないって話じゃなくて、リスペクトの上でゼロ。それはでもゆいさんもそう思ってるかもしれないけど、従業員はそう思ってないんじゃない？正直。従業員もっとやりたいですよ。従業員はやっぱりね。それだけでいいんです。来ていただいて、従業員と触れ合って、お客様と触れ合っていただいて、みんなが思ってるローランドさんでいてほしい。それだけでいいです。うん。なるほど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 。
じゃあ何がいけてない？俺めちゃくちゃ正直言って昨日俺がちょっと思ったのは、いや俺会長じゃん。それにタレント活動やってるわけですよ、でタレント活動やってグループホールディングの会長やってることで RBL のね全国にあったりとか、そこの会議があったりとかでいろんなことやっちゃってるから、だからグループホールディングの会長なのに俺が昨日ちょっと矛盾って思ったのが、必要以上に大阪勢になんで会長の立場でそんなこと言うかなっていう。例えば昨日有志と徳川っていう両代表がいたじゃん、3人の打ち合わせでローランさんがブワッと怒ったら多分いいかなと思ったんですけど、あれを有志徳川がいるのになんで一従業員に会長が怒るかなっていう、そうなると有志と徳川がどうなっちゃうのっていう、それ俺に言って俺が怒るべきな内容ですよねってそれって。でも、会長の気持ちは分かるんですよ。会長っていい意味で自分の立場を理解しない。だからいいこともあれば悪いこともあるし、好きなんですよ現場が本当にし、自分がやってきたことを、本当に成功者じゃないですか。しかもそれがこうなんか偶発的に起きたものじゃなくて、やっぱこう会長がすっごい努力してきたで計算した上でのね、今ですら多分いろんな僕が分かんないようなやっぱこう、ね、何百億の会社を自分で経営してて、で数千人規模の従業員がいるわけじゃないですか。そりゃ俺が想像できないようなことを思ってると思うんですけど、だからそれを理解した上で頑張ろうって思うんですけど、どうしても僕もそうなんで、初めてじゃないですか、あんなに会長と揉めたのはっていうのは。さすがに病欠がマジで多すぎるっていうのは体調管理がマジでできてねえから、ナンバーワンが店のカラー作るわけだから、ってなった時にやっぱナンバーワンが16人も休ましてダメだよね。16人も休ましてダメだよね。俺がサボってます？休みもしないし全部やってるじゃないですか。これ普通に撮影だからやってるんですか？普通にそれが本心だとしたら俺はマジやっていけないですよこれ。ね、俺は言われてとても気に食わない、何を知ってんのって俺は思っちゃうね。昨日はその自分のプライドっていうよりかはやっぱ一番嫌なのが従業員に対してなんですよ。だからこんなこと言ったら視聴者からしたらいやいやお前シック閉めたやんみたいな感じで言われるかもしれないけど、あれもたくさん考えた上で、やっぱユミトとかソータとか怒ってくれたね、こうトップに先頭に立つ子たちに相談をして、こういう風になると思う、ただやるかやらないかをね、どうするって俺は伝えたんです彼らにね、その決断の中で執行を閉店させた、けど昨日は違うかった。俺がどういう風に働いてるかも、例えばこう雅で先頭を走ってくれてるさつきとかフレアとかさくらとか、ね、人数は少ないかもしれないけどやっぱ入りたての時とか頑張ってる涼介とか、彼らの働きを毎日見てないのになぜそんな簡単にもう閉店しよっかって言われたら、俺は別にいいぞ、自分がそう経営できませんでしたってこう社長としてこうお店1店舗潰しましたで、こうやっぱあいつできなかったなってこう言われるのも別に何も思わないです。全く思わないし、もちろんこう自分の給料稼げる額が減るかもしれないけどそんなのも関係ないんですよ。だって僕お金持ってるし。ただ昨日はそのスタートがこう閉めようねってなったらからね。なんかもうやべえ、めちゃくちゃ分かった。そこだけは許せないんですよ。どうしてもこれはザクラブ大阪であってもザミヤビであっても本店であってもシックであっても、やっぱりそのお店をお金出して作ったのはもちろん、創立者である、オーナー、ローランドさんであって、だけどもちろんその場があるから我々従業員は働いてお金を稼げるけど、じゃあその会社がずっと続いていく、会社がなんで回ってるのかっていうのは働いてくれる従業員がいて、従業員が外での努力をしてお客様からお金をいただいてるからで、やべえ、めちゃくちゃ分かった。現場を見てないのにっていう言葉がやっぱこうたくさん出てるし、その
せこいなっていう風に感じてしまうんですね、数字ベースでが前は何をずるいよね、言ってしまえば。やっぱりあれなの、例えばユウさんって部下がいっぱいいるじゃん。まあユウさん上司はローランドしかいないわけじゃん。部下からなんで会長あんな感じですかみたいなクレームとか来る？実際やべえ、めっちゃ確信の質問が俺来ちゃった来るんだ。ニュアンスが近いものがあるって感じです。そうなんだ。なんでユウさんはそんなに会長に従うんですか？そうついていくんですかっていうのは、こう歴代ローランドグループを支えてきた特にトップクラスの子たちには全員に言われてます。何の答えたの？いや好きだからですよ。なんですかね、もう惚れてたらもう終わりじゃないですか。でもやっぱどんだけダメでも、なんかこう大事にしてることが本当に置かれた場所で咲こうと思うんですよ、僕は。まず俺まだ咲いてると思ってないし、もうとにかく俺でもこんなに理解ができないだから本当に最後の最後まで理解したいなっていう、でそれを伝えたいんですよ、ローランドグループに今いる子、だからこう、あんまり表に出なくてもいいんじゃないって思っちゃいますね。結構グレてたんで、クレ具合はどのくらいなんですか？コンプラで許される範囲で。まあなんか精神と時の部屋に2年間入れられたりとか。何精神の時の部屋？少年院ってこと？いろいろ捕まったりとか結構繰り返したりとか。何をして捕まったんですか？じゃあユウさん、この流れでちょっと俺もね、一人でこのワインをこの半ボトル飲んじゃって若干こうお酒が回った段階で俺行くわけ。悩み相談していい？何ですか？あれローランド首相ってどう思ってるの？いや俺ガチで俺マジでリアルな話、結構半年前ぐらいからは、もうローランドやめた方がいいんじゃないと俺言ってるわけよ。YouTube チャンネルがダメにしてる気がする、グループを。俺それを昨日のノアさんのことで俺めちゃくちゃ思った。これは違うなと思った。結局 YouTube が彼をそうしちゃったんだなと思ったわけよ。まあみんなね、ホスト密着シリーズ好きじゃないですか。どう損害取れるのもうやりたくないんだけどって言われたらどうするの？もういいよ、迷ってるからいいよ。もうめんどくさい、お前いいよ、帰る早く。帰るよ、お前いいから。何？ちゃんとしっかりしろよ、お前酔っ払いすぎだよ、お前いつも。なんでそんなイライラしてんの？なんでそんなイライラしてんの？なんでそんなこと言われなきゃいけないの？いいわ、帰るわ。ちょ待って。帰るわ。話す。なんで乗らないでって。なんで乗らないでっては。ね、乗らんといて。家のリフォームしてあげたいな。お前めっちゃいい子やん。18でローランドグループ合格して受かったら、トントン拍子にこれ有名人になれるんだって思ってるやつはそんな甘い話ないからなっていう。自分から持ってさ、売れたいっていう気持ち出してくんねえかな。それぐらいの気持ちがねえと俺はやっていけないぜって思う。なんで偉そうなこと言いますラッソンよ。まあじゃあ後でちょっと話聞いてるからそんな甘くねえから。でもそれでカメラに怒ってるノアさんの気持ちも分かる、だってそれでおそらくお客さんとも話はしたしね、徳川が来る、ローランドショーカメラも来る、多分ノアさん的にはいろんな計算があった上でのシャンパンだと絶対思ってるのね。で昨日またなぜお客さん泣いたじゃん、泣いたりとかあって、でまたそれをまたユウさんがこう慰めに行ってるわけよ。で俺流れ全部見てるわけよ。全部見た時に見事にまたローランドさんが今日ローランドカメラ来たけど誰が頑張ったみたいなまで言い方したわけよ。のわけにノアだったら普通に怒るよね、それって。
孫さんにそういう風に伝わっちゃったのがすごくそういう風に伝わったのがちょっと申し訳ないですけど、これ結構こうカメラ抜きにしたいんですけど、これ話すのは正直だから俺会長にそれを言ったんですよ。会長が思ってるのはそのローランド賞ありきでの答えしか返ってこないんですよ、俺には。だから俺はそれが違うんだっていうのを、いやそもそも孫さんがずっとこれはプロモーションじゃないって言ってて、それも俺らは分かりきった上でコントロールもできないし、ただあれはプロモーションではないと。ただのこう孫さんが来てこう感じたものを映像作品として映す、それの被写体が俺たちなだけであって、合ってる合ってる合ってる。だからできる限りじゃあそのローランドショーでプロモーションっぽくいいところをまず流せないかっていう相談は何回もしたことあるんです会長に。だけどそれは孫さんの考えは違うってもう分かりながら会長には相談しますよ。で何回も話したけどそれは無理じゃないですか。だからそれはもう俺も理解してるし、結局じゃあ求人もオーディションじゃないですか。求人もオーディションでじゃあ売り上げが上がるっていうのも、じゃあうちの子たちがなんで未経験で売れてるかっていうのも、で言ったら YouTube が強い。じゃあその YouTube がなんで強いのかっつったら、こうローランドショーの影響力がやっぱり8割9割があるわけじゃないですか。だからそれがダメなんだよっていう、そのローランドショーありきじゃなくて、だからちゃんとバックアッププランを考えて、自社でちゃんとホストクラブとして成り立つような動きをしていかないといけないんだっていう話を何度もその話ってローランドショーじゃない話なの？ローランドショーじゃない話ですよ。なるほどね。違うそれが別に YouTube じゃないYouTube なくてもよくて、YouTube じゃなくて TikTok でもいいし、インスタでもいいし、そうなんですよ。もう本でも何でもいいわけだ。雑誌でもいいし。なるほどね。だって当たり前にずっと同じものにすがり続ける経営なんてとても恐ろしいもので恐ろしくて、俺は未来なんて見えないと思うし、じゃあ他社に大手が真似したっていうのはあれかもしれないですけど、言ったら同じような密着チャンネルを持って、言ったらこうそっちのもう完全コントロールっていうか、完全プロモーションをするわけじゃないですか。どうしてもこう変わってくる見方がねってなってきてる状況じゃ、こうもう飽和状態ですね。 YouTube でやってるのかな、もう飽和状態なのになぜそこ一本で勝とうとすんのっていう。なるほどね。もう申し訳ないですよ、これもう2年間ずーっと言い続けてますこれは2年間ずーっとだから、なるほど、これ前からその、だから俺だって TikTok アカウントを3つやってて、で YouTube チャンネルも3つ運営してて、それは自分稼いで自分のお金で、会社の経費とかじゃなくて自分のお金でやってるわけですよ。もうこれちょっとあんま言いたくないけど、数千万かかってるわけですよ、自分でやってるのに。だからそれもあったっすね、ちょっと子供になっちゃったのは。なんでそんな風に言われないといけないんだろうっていう風に思っちゃったっすね、昨日は。結構えぐい額がかかってて、なんか結構悲しくなっちゃうんですよね。だからこうなんていうんですかね、こう焦ってるわけでもなんかこうわけでもないのに、融資は心配性だの、その隣の芝が青く見すぎだの、お前は他者を見すぎだとか、こうそんなに焦ってもしょうがないとか言われても、いやいや待ってくださいって俺は思っちゃう。それは俺はローランさんのためでもある、ローランさんのためだと思ってるんですよ。乳師さんのことはめちゃくちゃ腑に落ちました。もうめちゃくちゃ分かりました。実際リアルの現場はどうなの？ライトさんが思う、いわゆるキャストたちはローランドそのカメラをどう思ってるの？現場としては、全然率直に言って大丈夫。要はもっともっと来てほしい、もっと来てほしいと思ってると思うんですけどね。シンプルに。だから結局どこまで行ってもそのローランドショーをうちのキャストを見るわけじゃないですか。見た時に見てるの？そもそも見てますよ。この人たち見てるの？見てますよ。俺これはゆいさんにも言いたいことが、また UC ローランド首脳陣とクロークだけのグループラインがあるわけ、俺と。でそこにこれが配信されます。で URL も送ります。誰一人 PR してないわけ。誰一人。偉いけど。みんな言ってますよ。Twitter とか上がってますよ。
うちにグループラインがあるんですよ、うん SNS の。うんで、まあ、チェック表もあるんですよ。と上げてると思うけどね。ああそれはそれは強制的に。あ、すみません、ごめん俺は上げてない。そう俺は上げない。有志椿含め何人かのいやユミトとか何人かの万人超えのインフルエンサーがいるわけよグループには。大物がね。そうやらないわけよ。やらないですね。でも気になるのが、う孫さんいくつも所在先があるじゃないですか。みんなどうなんですか PR っていうのは。簡単に言うと夜の街はやっぱりダメ。うんあ夜の街は夜の街だなと思ってる。昼の街と夜の街はそこが違う向き合いが。でも俺これめっちゃごめんなさい、カメラ関係なしに、うんじゃあ例えばねこれ孫さんとお友達なんで言わせてもらうと、孫さんその他チャンネルに対しての愛情と、この俺たちに対しての愛情がもうまるっきり分かりやすすぎて、それで泣いてるやつらもいる。あちょっと待って、あれ何だと思ってるの？俺がじゃあローランド賞を4、5番目だと思ってるの？その順番とかじゃなくて愛情がないと思ってる。いや本当ごめん、俺はもうはっきり宣言した。俺はローランド賞がダントツ1位です。マジで一回もブレたことない。一回もブレたことないマジで一度もブレたことない。それは俺はそれはローランドには何回も言ってるし、俺も心中してますこれに。結構心中してる俺は。これ結構たまたま僕とゆうしさん呼ばれて、うん結構古参じゃないですか。うんごめん生意気なこと言っちゃうんですけど、ん結構見てるわけですよ僕ら。うんさすがにちょっとすいませんゆうさんが言ったようにちょっともうちょっと結構見てるのは他チャンネルとか何を見てるの？いやいやそうそう自分で映像じゃないです。あ映像じゃなくてロ映像じゃなくて、例えばその言ったら孫さんのインスタライブだったりとか、うんインスタのストーリーだったりとか、見るとほらもう図星やん。映像のそのクオリティとかじゃないですよ。そこに愛は感じてるんですよ。その映像作品に関してローランドショーに関しては愛情は感じてるけど、うんやっぱこうプロの仕事人だし、そこに手を抜かないっていうのは分かってるんですけど、違うんです。孫さん個人の、インスタの要は熱量ね。ストーリーで、んインスタのストーリーとか、インスタライブとか、もうそれは敵に回りますよ。進撃のノアチャンネルさんとか、やっぱこう孫さんめっちゃストーリーにあげるじゃないですか。とか、その出てるキャストさんの写真とかあげるじゃないですか。一回でもありましたようち。だってユミトと飲んだ後にユミトと飲みました写真あげたりとかさ。孫さんはじゃあ特定の人物はある、俺もあるけど、うんそのだからその比率91。そりゃさかわいいじゃんそりゃ当たり前じゃんそれもうバカ野郎91なのよ。当たり前だよそれはもうそれ作るとダメだよ9それはダメだよいや動画に直結しちゃってるからやっぱりちょっとこっちかいやでらねも、俺本当に要は僕は正直僕は圧倒的にローランド賞です本当に。それはもう一度も否定したことない。マジで。いやいろいろ話してきてありがとうございました。ちょっと急に急にはい締めます。ありがとう。